皆さんどうもこんにちは。今日はですね、タイトルの通りです。僕がですね、自分のバイク、これ今回3台ちょっとポイポイポイって出してみたんですけども、自分のロードバイクね、買ったらどうせならかっこよくしたりとか、どうせならおしゃれにこうね仕上げたいですよね。おしゃれかとかかっこいいかとかそういうのは全然別として、僕が自分のバイクをこうね、完成させる時に心がけていることをですね、皆さんにお伝えしようかなというふうに思います。ご自身の自分のロードバイクなんかちょっといじりたいな、なんかちょっとかっこよくしたいなっていう時にちょっと参考にしてもらえれば、もしかしたら少しかっこよくなるかもしれないし、ちょっとこうすっきりするかもしれないし、そのあたりちょっとね、今日はお話ししていきたいと思います。正直僕のロードバイクとか僕のマウンテンとかね、いろいろグラベルバイクいろいろあるけど、ほぼ全部自己満なんで、これが正解ってわけでは全然ないんだけども、僕はこうやってますよっていう感じなんで、参考程度にね聞いてください。まずですね、僕がまず意識することですね。ロードバイク作る時に意識することは、まずは色ですね。色を統一感を出すために合わせます。例えばこのバイクだったら、全体的にフレームはちょっとこう淡い感じ、このエメラルドブルーグリーンからだんだんこのピンクになっていくようなグラデーションカラーなんだけど、ロゴはトレック、このトレックのロゴは白なんで、例えばサドルとこのブラケットカバーの色を合わせます。でこのボトルケージも白に合わせたりとか、そういう風にしてですね、色を統一させる。白をじゃあメインで、合わせる色にしようって決めたなら、他の色を白を散りばめてあげるとなんとなくまとまった感じになります。ペダルなんかもこれはクランクブラザーズのペダルなんですけど、ちょっとこう薄いブルーなので、このブルーとちょっとリンクさせたりとか、このボトルのね、これはバイクニューヨークに行った時に買ったやつなんですけども、このボトルの色ともちょっとね合わせるとか、バーテープのこのピンクとピンクをちょっとね合わせてみちゃおうみたいな、そういう感じでやってます。さあもう一つの例ですね。これはチネリなんですけども、茶色って感じで色を合わせてるんですけども、基本的にバイクを組む時は鉄板なんですけども、バーテープとサドルの色を合わせると基本的には統一感出ます。なんで初めてバイク組むとか、どういう風にコーディネートすればよく分かんないっていう人は、とりあえずサドルとバーテープの色を合わせればなんとなくこう統一感出るのでおすすめです。そしたらですね、僕が気にしているポイントその2なんですけども、ブランドを統一すると結構ね、分かる人には分かる、分かる人にはそれいいやんってなると思います。例えばこれはですね、ニットのシートポストにニットのステムをつけてるんですけども、他にも実はですね、このポートランドデザインワークスっていうこのハンドル、そして実はこのボトルケージも同じブランドのものを使ってます。例えばですけどね、スペシャライズのロードバイク持ってたとして、スペシャライズドのパーツで全部揃えば間違いなくそれは合います。スペシャ同士で組んで、スペシャのパーツ、スペシャのバーテープ、スペシャの、例えばホイールってやった時に、やっぱりこう合わないわけがないです。なんで最初ちょっと統一感とか出したいな、どうやればいいかなと思った人は、ブランドを統一してみると結構ね相性よくかっこよく決まると思います。僕のごめんなさい、バイクで参考になるバイクがなくて申し訳ないんですけど、国を合わせたりするのもありだと思います。国を合わせるっていうのは何かというと、例えばじゃあこのチネリを例にするとしたら、僕はこれもめちゃくちゃな状態なんですけども、例えばこのバイクはヨーロッパで組むぜってなった時は、イタリアのフレーム、そしたらじゃあイタリアのフレームヨーロッパのブランドだから、ヨーロッパのコンポブランドカンパニョロで組みたいよねみたいな。サドルはじゃあヨーロッパだから、ブルックスにしようとか、セライタリアとかそういったイタリアのサドルにしようとか、バーテープの隅もそれに合わせて、チネリのバーテープ巻くとか、パーツ一つ一つをその国その国のもの、その地域のもので統一させると、なんかこのバイクはザ・メイドインアメリカな感じだぜとか、ザ・メイドインヨーロッパな感じだぜっていう風にできると思います。例えばこのごっついこのマウンテンバイクね、これはね、これも残念ながら統一感は全然ないんだけども、例えばじゃあここはニットのステム使ってます。ハンドル一体型使ってます。じゃあちょっとメイドインジャパンパーツで揃えようぜみたいな。シートポストもじゃあニットにしようとか、ペダルはじゃあ三ヶ島のペダルを使おうとか、タイヤはじゃあ IRC タイヤの
冒険タイヤ履かせようみたいな、そんな感じで、全部こうメイドインジャパン仕様にするとか、そういった、作りもできなくはないと思います。これはねコナなんでアメリカなんで、もしもじゃあ全部アメリカにするんだったら、僕だったらコナにじゃあトムソンつけます、トムソンつけます、でここにクリス・キングつけます、タイヤはじゃあ WTB のタイヤつけますとか、ホイールはじゃあまたなんかアメリカ産の何かつけますみたいな感じで、ペダルはじゃあクランクブラザーズか分かんないけどアメリカ産のペダルつけるみたいな感じで、アメリカ感を出すとよりこうザ・アメリカンなバイクだよねみたいな雰囲気が出るので、そういった組み方もありだと思います。その4ですね、素材を合わせるです。これ素材を合わせるってどういうことかというと、例えば、かなり贅沢な仕様にはなっちゃうんですけれども、例えばカーボンロード持ってたとして、もうすごいもうとことんカーボンにこだわりたいってなれば、もうステムとかハンドル、シートポスト、ホイール、もう何もかもカーボンに揃えてフルカーボンバイクにするっていうのも自己満だと思いますけども、ありだと思います。でもちろんその素材っていうのはパーツだけじゃなくて、よいしょ、例えば、このバイクは残念ながら違うんですけども、例えば革のサドルを使ってる人なんて結構いると思います。ブルックスとかね、定番で、よく使ってる方もいると思います。僕はこれはねガーメルってあるんだけど、革のサドルを使ってんだったら、じゃあバーテープも革にしようぜみたいな、革と革でちょっとクラシカルでかっこいいじゃんみたいな、そんなようなね、素材をこう合わせることによって統一感を持たせておしゃれにするみたいなやり方も大いにありだと思います。続きましてその5ですね。その5は、バイクのテイストに合ったパーツ選びをするですね。これはどういうことかというと、例えばこのマウンテンバイクですね。シングルスピードでフルリジットの癖の強いバイクなんですけども、このバイクの雰囲気といったらいろいろこう想像できるわけですね。でこのバイク、僕だったら、ちょっと男らしい色とか、なんかちょっと濃いグリーンで男らしいなと思うので、パーツ選びはちょっとこう黒森系のちょっとこう鉄っぽい黒森のパーツ使ったり、黒森じゃないけどちょっとこうアルミのね男らしいデザインのものを使うとか、ボトルケージなんかはいい例だと思います。例えばですけども、黒森のこのボトルケージですね、ニットのこのボトルケージ、これをドマーネにつけたら果たして似合うかなというふうに考えますね。正直僕はねあんま似合わないんじゃないかなと思ってるんですよね。どっちかというと黒森の細いこのフレームにこういった細いボトルケージのっていうのは合うと思っていて、逆にじゃあこのプラスチックのこのボトルケージ、ね、白くてちょっと分厚いもの、これがしかも色も白みたいな、これがじゃあこのバイクにつけたらどうってなると、別に合わなくはないと思うんだけども、僕だったらこっちよりもこっちの方が雰囲気があっていいのかなみたいないうふうに思います。全然ありだと思うんですけどね。バイクに合った素材選びっていうのはですね、結構僕は結構考えますね。このバイクは全体的に黒森パーツで揃えてるから、急にプラスチックをくるよりかは、じゃあこの細かいボトルケージもちょっとこうアルミにしようとか黒森にしようとか、ちょっと細めのタイプにしようみたいな感じでですね、ちょっとこうそういった細かい部分もパーツ選びは気にするようにはしてますね。カーボンとかそういったいわゆるちょっとこう厚みのあるフレームは、こういった厚みのあるボトルケージは相性はいいと思います。で逆に黒森とか細めのフレームに関しては、こういった厚みのあるタイプもいいんですけども、どっちかというと細身のタイプの方が合うと思います。ごちゃごちゃしてきちゃってあれなんですけども、これなんかはちょっと特殊な形をしてるんですけども、全体的に色味の統一感のおかげか、なんとなく僕はそこまで違和感は感じないと思うんですけども、これも一応この細い多分アルミ合金で作ってると思うんだけども、割とね細めのボトルケージで、かつちょっとこうツバメ型で非常にこう可愛らしいデザインなんですけども、これもどっちかというと多分日東のボトルケージがここに来たらすごい相性いいと思う。ここに多分プラスチックのものがポンってこう来るよりかは、多分細身のものが来た方が多分合うと思う。さあ続きましてですね、いくつその6ですね。面白パーツを入れてみるですね。
テイスト合わせるとか素材合わせるとかいろいろ合わせるって統一感合わせるのはいいんだけど、やっぱりどうせならねオリジナリティやった方がいいと思うし、遊び心っていうのはねあった方がいいと思うんですよね。じゃあそれをどこで出すかっていうのはもちろん人それぞれなんだけど、例えばですね、僕だったらこのマウンテンバイクの、ここの部分ですね。これ実はねライト兼、ベルなんですけども、ここにこう KCNC の、いわゆるクイックリリース用の、なんかアタッチメントみたいなのがあって、ここにこうライトをつけることで、ハンドル周りがすごいすっきりしたりとか、ちょっとここにこうワンポイントあるんですよね。はい、こういった部分はちょっとなんかこう、しかも色も緑だからちょっと相性もいいかなみたいな。トップキャップなんですけども、これトレックのバイクにはこのリーセルデザインっていうですね、トップキャップ入れてます。これドーナツ型になってるんですけども、そのドーナツをかじったような感じでここだけね塗装がめくれてるんですが、このドーナツを入れることによってちょっとこう可愛い感じが出るかなと。でそれに合わせて、じゃあバーテープもドーナツにしちゃおうみたいな感じで微妙にこうリンクさせてたりします。はい、こういった遊び心はあってもいいと思います。差し色を入れてみるんですね。はい、これはね僕も全然上手にできなくてちょっとあれなんです、全然参考にならないと思うんですけども、やっぱおしゃれな人っていうのはもう統一感はもちろんいいんだけども、ちょっとこう差し色、遊びの色を入れることで、なんかこうそこだけ色違うのになんとなくまとまってるみたいな、すげえかっこいいバイクに見えるみたいな雰囲気が出ると思います。はい、僕はそんなに実は差し色を入れてないんだけど、唯一このマウンテンバイクに差し色を入れてます。このボトルですね。はい、紫色のボトルを入れてます。はい、これはね合うのかどうか僕はちょっと正直よく分かってないんだけども、全体的にトーンが濃いから濃いめのこの単色のこのグラインデュロボトルを入れてます。はい、これによってなんとなくこう濃いんだけど、変じゃないかなって僕の中で勝手に思ってます。はい、でちょっとこれだけではちょっとあれかなと思って、ここになんとなくシールを入れてちょっと統一感を持たせようかなみたいな感じで思ってるけども、ぶっちゃけそこまでこう相性がいいのかどうかっていうのは僕は正直よく分かってない。はい、他にもですね、例えばこのマキシスっていうこの黄色のライン、この辺も差し色としてはありだと思います。前側は僕違うタイヤ履いちゃってるんであれなんですけども、この黄色のロゴがこう入ることによって、全然こう統一感はないんだけども、なんとなくこう差し色として生きているのかなみたいな感じで勝手に思い込んでます。はい、こことこことここがなんとなく黄色だからそこまで変に見えないのかもしれない。オレンジのこのピロピロもこのペダルのオレンジとちょっと合わせたりとかはしちゃってるんだけども、細かい差し色はちょこちょこ入れてなんとなく統一感を持たせるようにはしてます。その8はですね、細かいパーツもこだわるです。細かいパーツっていうのは何かというと、よりこう自転車愛が強すぎる人なんかは細かいパーツもすごいこだわってます。具体的にどのようなパーツかというと、例えばこのパーツですね、ヘッドパーツと言います。正直ここにお金かけてもほぼ費用対効果は感じられないと思います。僕はそれぐらいあまりこうメインのパーツではないんだけども、これはクリス・キングって言って素晴らしい技術で素晴らしい色ですごくかっこいいんだけども、こういうところもクリス・キングとか使ってるとアメリカパーツ好きの人なんかはクリス・キング使ってんだいいねみたいな感じになります。このパーツ何かというと、クランクなんですけども、さらに奥のここですね、BB です。 BB なんかは全然見えないじゃないですか。見えないんだけども、僕これセラミックっていうのを入れてて、セラミック BB って言ってよくこう、抵抗の少ない BB を入れてます。こういうのは完全に自己満なんだけども、ちょっとね話のネタにもなると思います。他にもですね、こだわってる人はこだわると思います。僕はちょっと全然そこはね手出してないんだけど、草が絡まっちゃった。ここですね、プーリーの部分、ディレイラーですね。プーリーっていうのはこの歯車の部分なんだけど、ここを例えばちょっとセラミックに変えるとか、色をちょっと赤にするとか、例えばですよ、バイクがじゃあ赤だったらここも赤にしちゃおうみたいな、ビッグプーリーっていうちょっと大きめのプーリーを入れるとか、この部分もまるっとこう変えるみたいな人も結構います。この部分をこだわるとか、こう見えないところとかね、細かいパーツをこだわる人はこだわると思います。例えばボルト一つ取っても、なんか例えば黒森からチタンに変えてよっしゃ 1g 変わったぜっていう人もいると思うし、そんな感じで細かい部分を
こだわる人はこだわるし、特に目で一番見やすいのはこのディレイラーあたりを変えると、お、君なんか変えてるね、いいねみたいな風に思われやすいと思います。続きましてオリジナリティですね。自分のバイクオリジナリティをちょっと入れると、やっぱり自己満で、俺こだわってんだぜっていう感じもあるし、知らない人が見て、あれこれ何みたいな感じの話にもなると思うので、ちょっと自分の中で俺だけのこだわりポイントっていうのはあってもいいと思います。はい、例えば僕の場合は、シマノのDI2 のこのですねユニット、ここをスペーサーを使って挟むことによってバンドをしてません。なので非常にこの辺りがすっきり、トムソンのステムがすっきり見せることができると。ここケーブルがね2本あるんだけども、ここを熱収縮チューブというものを使って、1本にしてます。1本ではないんだけども1本っぽくしてます。はい、見た目がすっきりしているように見えるというような感じですかね。これはケブランの変速ケーブル、変速のねケーブルなんだけども、これとかねあんまり人使ってる人少ないと思うので、なかなか珍しいケーブルかなというふうに思います。オリジナリティって部分では別にそのパーツとかやり方以外にも、例えばこんな感じでゆうくんのお店でやってもらったんですけども、このリバティバイクスっていうこの普通のただの黒いマットガードにシールを貼ってかっこよく仕上げて、なんかあたかもねそういうデザインかのような感じで、やったりはしてますけども、これとかアイネーでグラベルって書いてあるんだけども、残念ながらこれねここが隠れちゃってあれなんだけども、こういうちょっと塗装とかシールとか貼ってちょっとオリジナリティを出すっていうのも大いにありだと思います。ここにチェーンが落ちることによってフレームが傷つかないように、トレックのマウンテンバイクからねかっさらってロードバイクにね取り付けたりとかしてますね。こことかもトレックのドマーネ使ってる人だと同じ意味だと思うんだけども、ここは僕はあえて外してすごいすっきりさせてるとか、こういうケーブルのルーティンなんかもオリジナリティは出せると思うので、自分の中でオリジナリティを出すっていうのも結構おしゃれだと思います。はい、かっこいいと思います。やっぱ気になるよね。自転車やってる人ほどこれどうやってんの、これ何やってんの、これどうしてやってんのっていう風に気になるので、僕はねこういうのね入れてもいいと思います。はい、ライトとかサイコンとかみんなつけると思うんですけども、皆さんどこにつけてるかなと。どこにつけてもいいと思うんですけども、僕はこんな感じでつけてます。なるべくですねライトとかサイコンっていうのはバイクのこの中心ですね、中心に来るようにしてます。はい、トレックも同じですね。トレックのバイクもバイクの中心にサイコンとライトが来るようにしてます。後ろも同様にバイクの中心に来るようにしてます。はい、ベルなんかはライトに僕はねくくりつけてるんですよね。こんな感じでこうすることによって、なるべくハンドル周りをスッキリさせたい、なるべく中心にまっすぐにパーツが全部ついてることによって非常に見栄えがいいのかなと個人的には思います。バイクに関してはそんな感じですね。パーツはこうするとか意識するとこっていうのは今話した通りなんですけども、他にもやっぱりこだわってほしいポイントが1個あって、それは服装ですね。はい、何しても全然いいんですけども、僕は例えばこのドマーネめちゃくちゃね速くて素晴らしいロードバイクなんだけども、これ乗るときは僕は少なくとも今みたいな格好では乗んないと思います。はい、サンダルと、少なくともリンティングシューズ履いたとしても、もうちょっと走るぞ、このバイク乗るときはしっかり走るぞっていう時なので、サイクルジャージ着てビブ履いてみたいな感じでいきたいと思います。逆にこの後ろのマウンテンバイクですね、このマウンテンバイクに関しては僕はこのマウンテンバイクをサイクルジャージで走ろうとは思わないですね。下にビブ履くとかならいいと思うんですけども、短パンに T シャツとか割とラフな感じでこっちは走りたいですね、僕だったらこっちなんで、そのバイクの雰囲気に合った服装選びっていうのも大事だと思います。極端に言うとクロスバイクでめちゃくちゃコッテコテのエアロジャージを着て走るよりかは、エアロロードでバシッとエアロスーツとかね着た方がめちゃくちゃかっこいいと思います。はい、逆にエアロスーツでクロスバイクシティサイクルに乗るっていうのはちょっとあれこの人どうしたみたいな感じになると思うので、バイクに合った雰囲気のジャージを着る服装をするっていうのもポイントですね。もう一個ポイントというと、ジャージのとかその服装のデザイン、色も
バイクのテイストに合わせるとよりかっこよくなると思います。例えば、僕ちょっと今洋服着てないんであれですけども、このドマールだったら僕はちょっとね全体的に淡いテイストだから、めちゃくちゃ濃い赤とかめちゃくちゃ濃い緑っていうよりかは白系のジャージにビブは黒で、靴下もちょっと白っぽい感じとか、靴下はじゃあちょっとエメラルドグリーンな感じにしてちょっとバイクのフレームの色と合わせちゃおうかなとか、キャップはちょっとピンクにしようかなみたいな感じで、バイクのテイストに合わせて服装の色とかも合わせる。この後ろのマウンテンでもしもね、じゃあ乗るとする、ちょっとこうラフな雰囲気で走るであれば、この後ろのバイクだったらジーパンとかね、ちょっとこう泥臭い感じだからジーパンとかめちゃくちゃ合うと思うし、ジーパンに白 T とかジーパンに黒 T でも全然合うと思うし、サングラスなんかもめちゃくちゃオークリの超レーシーなサングラスはじゃあこっちとか、サングラスに関しては何でもいいと思うけど、ヘルメットもねそれに合わせて、じゃあ白系だったから白のヘルメットかぶろうとか、こっちはちょっと濃いから黒系のヘルメットかぶろうとか、そんな感じで自分自身の服装もバイクのテイストに合わせてチョイスすると、よりこう統一感というかまとまっててかっこいいライダーになれるのかなというふうに思います。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。ちょっと長くなっちゃったらすいません。今回は自分のロードバイク、マウンテンバイクも含みますけども、おしゃれに乗るために心がけていることをね、全部で12個紹介させていただきました。すごくたくさんあったと思うんですけども、軽く今まとめます。色を合わせる、ブランドを合わせる、国を合わせる、素材を合わせる、そしてバイクのテストに合ったパーツを選ぶ、面白パーツを入れてみる、差し色を入れてみる、細かいパーツもこだわる、オリジナリティを入れる、バイクの中心にねサイコンとかライトが来るようにするってことですね。そういったこととか、いろいろな部分だと思います。バイクの色に合った色の服装をするですね。そんな感じでですね、ずらずらとちょっとね話しましたけども、少しでもね参考にしていただければなというふうに思います。もしもね、参考になりました、僕もちょっと意識してやってみますっていう方はぜひグッドボタン等々よろしくお願いします。それではまた次回の動画をお楽しみに。お疲れ様です。バイクの色に合った色のバイクをものというふうに思います。もしもね参考になった方はぜひグッドボタン等々よろしくお願いします。また次回の動画をお楽しみに。お疲れ様です。 OK。 撮れてなかった。